おはようございます。おはようございます。さあ、どこでしょう。新宿です。新宿、あれドコモビルか。ドコモタワー？ドコモタワーだっけ？そうだよね。うん。今日はこれから千葉に向かってます。うん。幕張。幕張メッセ。久しぶりの幕張。はい。そしてジャパンキャンピングカーショーが。うん。初めてだね、行くの。初めてだね。確かに。去年かな。熊本で九州キャンピングカーショーは行ったけど、うん、この東京の大きいのは初めてなんで、うん、楽しみだね。楽しみだね。うん。どんなんだろうね。大きいんでしょ？そのすごいっぽい。なんか SNS 見てたら、駐車場がもうキャンピングカーショーみたいになってた。まあけど今日最終日で多分空いてるから、そこまでだと思うけど、あとね1時間ぐらいかな。そうだね。千鳥町で降りてそこから湾岸を行こうかなと。はい。わあ、すごいね。首都高ってこんなんなってんだ。何年ぶり？こんなとこ乗るの何年ぶりだろうね。まあ時々通ったよね、こっちにいる時は。ずーっと地下をさ行くとかあるじゃん。あ、そう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 。ね。お、霞が関じゃない、そろそろだよね。皇居のとこだよね。うん。いいな。ああ、すごい。おのぼりさんツアーしてるみたいね。丸の内じゃないの、右。まだ作ってるね、いっぱい。うん。経団連のビルがあったり。見て。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。飛び出るあれね。さあ、ここで降ります。はい。別料金だからね。うん。結構来たね。うん。さあ、もうすぐ船橋。もうすぐ船橋です。ちょっと大好きなお寿司屋さんがあるんで、腹ごしらえしていこう。立ち食いなんだけどね。むちゃくちゃうまい、そこは。あ、そうなんだ。昔は安かったんだけどね、1500円ぐらいでおまかせ食べれたけど、今どうだろうね。値上がりしてるかもね。さすがにもう何年も前だから。そうだろうね。どここのね、ちょっと行ったところの左側かな。お腹が空きましたよ。この左側か。あ、お寿司って書いてある。あ、そうそう、あれあれ。あれだあれだ。真横に駐車場あるじゃん。そこでいいな。あ、ここでいいね。やってるね。やってる？どう？のれんは出てるけど。あ、営業中になってる。行きますか。おお、変わってないね。ちょっと看板綺麗になった。何にしようかな。おまかせ。美味しい。美味しそうだね。いくら美味しそうだ。あ、いやー、美味しかった。美味しかったね。さすがだね。だけど今日10貫おまかせが2300円だったの。で前ね、おまかせ 1.5 っていうのもあって、まあ今日メニューに出てたじゃん。昔はね、あれが裏メニューみたいな感じだったんだけどね。あ、そうなんだ。1.5 って言えば出してくれたの。で多分ね、昔はおまかせ 1.5 が2300円とか2500円だったんだけど、さすがにまあこのご時世ね、おまかせ 1.5 だと3800円ぐらいだったかな。3000円だよね。3000円、そうだね。いくらぐらいだったけどぐらいだって、結構値上がったなと思ったけど、10貫で2300円のはめちゃくちゃネタがいいね。ビビるね、あれは。
しかもさちょっと厚く切ってやったりさ、そうそう分厚くてシャリが小さくてさ、そうもうお寿司屋さんのお寿司って感じで、であれかな、江戸前っていうのがああいう感じなのかな。シャリが結構お酢が強めで、甘みが少なめの、ですごかったね。大トロと中トロだと思うんだけども、ほぼ2つとも大トロだったでしょ、であれかさよりかな、光り物、イワシじゃなかったと思うんだよね。とか赤貝入ってたりさ、そうでイカじゃなくてタコの生のタコね、そう美味しかったね。すごかった。ネタがとにかく良くて、あれで2300円はちょっと奇跡だよね。そうだね、いやさすがです。お、左めちゃくちゃでかいイオンモール。イオンモールだ、大きいね。あとコストコもあるよ。あの前が幕張の新都心だよね。幕張なんて言ったっけ、海浜幕張か。海浜幕張ね、アウトレットもあったよね。アウトレットもあると思うよ。幕張メッセはもうあと1キロちょっと2キロぐらい。キャンピングカーがいっぱいいるよ。すぐわかるね。ここだ。うわーすごい。なんかいやこんなレベルじゃなかったんだって、この休日。そうなんだ。すごかったもん。外でやってんのかなって思うぐらいぐわーって。さあ行ってみましょう。こっちか。いっぱいいます。いっぱいいるね、今日も平日。着用の上、なくさないようにお気をつけください。わ、すごいね。ご制約済みだって、これが。売ってたんだ。すごい、ベンツ。ただ参考出品だと思ってた。すごい、上全部ソーラーでさ。動画でいっぱい出てきてたんだけど、すげえ。すごいね。いろいろ見ましょう。でっかい、すげえ、両方出てる、横が。すげえ。すごいね、これ。超かっこいいね。お、キャンピングカー長野じゃん。バイク乗せれたりするんだね。で、これで1100万円か。わあ、いいね、2段ベッドやっぱり。いいんだ。はい。どう？いい感じ。いいね、なんか。広いね。このやっぱりさ、運転席が無駄にならないから、ここのスペースがね。ここでもうリビングというかね、ソファのエリアだから。後ろがもう寝るスペースで、ね。そうそう。で、後ろ多分荷物室じゃないかな。すごいね、これ両方2段ベッドだから後ろで4人寝れるんだ。へえ。シャワー、トイレか。こういう感じだね。後ろも結構広いね。これで960万。なんかいろいろ入ってる。オプションが？本当だ。でもそのフロアマート、ほぼほぼこの仕様にしたらってことだよね。いいね、これも広くて。もうだからあと好き放題してくださいよっていう。でもさ、このほぼ何もついてないものでもう1000万ぐらいするわけでしょ。そうだね。これだもんね。結構高いね。車両自体安いけど、これがどんな感じ？
エアラインルーバーがついて、バーとかスライドウィンドウでなんか塗装したりっていうのがオーバーフェンダーとかね。結構今でもさ、他が高くなってるから意外とデュカトが安く見えてたんだけど、この1600万か。でもよく見るイメージのやつ、靴脱いだらいいのね。お、すごいトイレもありますだ。でこれはベッドが横に寝るタイプだね。さすがさ、東京でやるイベントは茅場が出店してるじゃん。すごいね。すげえ、初めて見た。サス出してるもんね、いっぱい。そういうことか。かっこいいな。それでこのサス入れてますよっていう、そういうことだね。わ、すごいね。バンテックだ。超広い。これ新しいやつでしょ、いすゞの。違う？今までカムロードばっかだったけど違うかな。そうだよね。かっこいいね、顔。これをいろいろ後ろに仮装していくわけか。やっぱりさ、結構高い。1200万円ね。ジルか。でも違うよ。コルドバンクスで1200万するんだ。へえ。そうなんだ。ジルはいくらしちゃうんだろうね。へえ。ジル結構いいね。やっぱり高級感がある。高いよね。広いよね。うちの狭いからね、上。それ分かって買ってるけど、そして窓もあるしさ、上に2つ。ここ全部あれだ。そうそう。で、ここもだよ、多分。すげえ、トイレも。うわー、すごいよ、トイレ。何これ。シャワー付きか？シャワー付きだ。防水パンだもん、下。これで1400万ぐらい。いいね。やっぱちょっと値段は上がってるね。普通免許、はい、3.5 トン未満の普通免許、これで運転ができる写真。どう？上が広いね。広い。背が高いんだ、うちのよりじゃあ。そうだ、だいぶ高いもんね。頭の上が。手届かないもんね。2、30センチ高い。だから3000近いんじゃない？へえ。これで。ガソリンでこれか。1300万ぐらい。かっこいいね、これ。すげえかっこいい。これか。屋根がいいね。すごい蒸れなさそう。すごいのがこれさ、4人乗りだよ。ほら、普通のハイラックスだから。こういう感じか。こんなちゃんとしたシャワートイレもついて。で、こっちがキッチン。いいね。さすがバンテック、すごいね。すごい。この規模感でさ、いすゞから車両まで持ってきてたり、すごい。何台よ、だって10台以上あるんじゃない？すげえ。いいね、これも。ログハウスだって。ダイレクトカード面白いね、全部。江ノ島だ、これは。そうそう、これは知ってる。すごいよ、日産。確かにさ、日産も出してるもんね、車両。
あ、すごいじゃん。日産のシートこんなん出してんだ。フラットになるんだ。すごいすごい。人気だね。すごい人気。やっぱりメーカーが出すとなんかいいもんね。いろいろアフターが。あ、これだ。椅子。こんな感じか。結構いいよ。あ、ダメなんじゃない？乗ってる人いないから。どうなんだろう。ねえ。あ、安いよ、意外と。550万。こうしたらいいんだ、ドア。半分で割って。折るか。すごいね、これ。余裕だよ。こっちも寝れるし。8人ぐらい寝れるんじゃない？この車すごいね。めちゃくちゃいいぞ、これ。超広いよ。で、こういうのがついててさ、いろいろ引っ掛けたり置いたりできるし。出口が。すげえな。広い。独立して。めちゃくちゃ広く感じたな。これいいな。これ1100万円で、この円が切れてるのがね、ここで半分見終わりました。面白いね、いっぱいあって。トイファクトリー大人気の。すごい、30周年だって。すげえ。乗っていいんだ。乗ってみようか。すごいよ、めちゃくちゃ広いよ。こうでしょ。うわ、階段があって。ベッドめちゃくちゃ広いよ。風呂場もすごいし。かっこいいな。1760万。いいな。いいな、トレーラーも。結構中が広くできるよね。うん。あれもちゃんとあるもんね、トイレのスペースが。いやー、面白かったね。面白かったね。いっぱい見れました。満喫しました。満喫したね。楽しかったね。すごかった。357走ってたんだけど、多分これ新しい道だよね。ゲートシティブリッジだかなんだかっていうのがもう言っても10年ぐらいは前にできてると思うんだけど、そこ通っていけると思うんだよね。初めて通る道。鳥なんか飛んで。すごいね。ねえ。なんて言ったっけ？東京ゲートシティブリッジだったっけ？なんだったっけ？そんな名前だよね。ここなんか今どうなってんだろうね。若洲海浜公園ってさ、昔は1000円しないでキャンプできたんだけど、唯一じゃないけど、このど真ん中でキャンプができたの、東京の。どうなってんだろう、ちょっとわかんないね。で、東京ゲートブリッジだ、名前は。東京ゲートブリッジね。ちょっと怖いね。あ、本当だ。うわ、かっこいいな。トラスが上と下でさ、超かっこいいね。ねえ。橋。あ、夕焼けがちょうど隠れちゃったね、もう雲に。さっきまですごい綺麗だったんだけど、残念。うわ、登るね。怖え。バイクも通れるんだ。
ああ、原付も通れんのかな。原付は無理かな。どうだろう。あ、行けるね、多分原付も。うわ、怖っ。こんなん左が絶対怖くて走れないね。右側もすごいよ。本当だね。超街、東京の羽田空港もよく見えるんじゃない？うん。さっき飛行機が飛んでたもん。あ、本当に？うん。あるね。おー。前もすごいね。ねえ。おー。すごい坂、すごいそしてこれ雪降ったらすごいだろうな。もうすごいもう、あ、本当だ、目の前に飛行機飛んでたでしょ。あ、管制塔も見えてるし。あ、本当だね。あ、すげえ。これは1日入れるね。うん。何往復もしたいね。ね夜景もすごそうだし、東京のビルの。え。綺麗だね。すごい。あ、ほらほら飛行機来たよ。おお、こっち来るんだ。それでボケッと見てたら事故するね。うん。すごいね。ねえ。ずーっとなってんな。あ、TS ラインからコンテナが。こんなんなっちゃうの？ええ道路埋めちゃってるじゃん。どういうこと？どういうことこれ、本当ね。あれのあれか。搬入だ。あそこの税関？税関じゃなくてコンテナ。そうそキリンだ。うわ、すげえ、すごいよ。う。うん。見て見て。おお、キリン好きじゃん。キリン大好きだよ。すげえ。ヤードがあるんだここに。そういうことだね。うわ。でみんなヤードに入るのを待ってるの。怖いなもう。怖いなもうびっくりしちゃうな。すごいヤードだね。ねえ、大きいな。次は多分これ海底トンネルでしょ。多分。そうだよね。すごいね、これ海底トンネルだからね。うん。海の中。海の中なんだ。いやー、すっかり夜です。すっかり夜になりました。あー、しかし面白かった。うん、面白かったね。さすがだね、このジャパンキャンピングカーショーってのがあるとさ、うんうん。500台近く来てたらしいんだけど。あ、そんなにやっぱ出てたんだ。何が良かった？私はね、フィアットのデュカットのキャンピングカー。まあかっこいいよね。じゃあ大きさは大きいんだけど、車内空間がね結構高くて。確かに、屋根がね。そうそう。だって手伸ばしてもつかなかったじゃん。ね。であと運転席はくるっとになってさ、無駄がないっていうところね。そうそう、リビングスペースに早変わりするキャンピングカーだから、結構使い勝手もいいんじゃないかなっていうのは、ただあれだとさ、荷物が結構入れづらいよね。そうそう。自転車とかスキーとかが。そうそう、だからうちの場合は、ちょっと困っちゃうじゃん。スキーの板問題とかバイク問題とかいろいろあるんだけど、でもまあかっこいいなっていうのと、あとこんなんで行ったら楽しそうだなっていう、なんかイメージはできるなっていう感じ。確かにね。俺はあれだな、もう圧倒的にオルカ。オルカすごかった。オルカっていう名前なんだけど、あれ日本特殊ボディから出してるなんていう車種だったかな。なんか出してるんだよね。でそこがいろんななんか OEM でオルカっていう名前であそこのお店が販売してるみたいなんだけど、いろんなところであるみたい。そうなんだ。でめちゃくちゃ良かった。中広くってさ、幅はさ1800とかしかないのあれ。そうでコンパクトで、下のさ高さもめちゃくちゃあるから、後ろがすらないし、あれいいな。で中もなんかちょっとごつな感じというか、もう好き放題できそうだったし、でただ値段がちょっとネックだったけど、だから、あれをなんか何もないスケルトンの状態で売ってないですかって聞いたら、ないって言ってたけどだからデュカトもそうなの俺は、もうなんか何もないのを買って自分でぐちゃぐちゃしたいの、好き放題で、今の車みたいに、ね、そうでそれでいくとデュカトも多分600万700万ぐらいがさ、車の費用で多分いけるから、意外と安いんだけど、ただびっくりしたのは全体的にめちゃくちゃ高かった。でまあ値上がりがね、
あれやばいよね、あの値段は。いやびっくりしたね、もうこれだったら俺ら今買えないよね。全部1300万とかさ、平均が1200、300万で。そうなんか、昔ね見てた時より500、600からあった。300から400上がってるね、ベースで。高かったね。まあでもこれはね、車両自体がだいぶまず上がってるでしょ。そうだよね。で材料代とかも高騰してるから、まあ仕方ないっちゃ仕方ないけど、いやーなんせちょっとビビったね。ちょっと今の金額ではなかなかね。あれはちょっとさ、もうさすがに現金一括とかさ、なんとなくイメージで、まあ600万貯めたし、まあいけるかとかさ、今の俺らのその当時のね、貯金とか見てさ、もうこれならまあ買ってもダメージないかなというぐらいの感覚で前は買えたけど、ああなるとちょっと車買う、家買うみたいな。そう、ね、だから家、車、別荘、土地とかさ、そういういろんな選択肢が出てくるじゃん、あれだと。だからね、ちょっとスッと買う金額にはちょっとではなくなってきたけど、ではないね。できることってめちゃくちゃあるから、やっぱキャンピングカーって。そうだね。それ考えると、まあローンで買うとかね、そういうのもありかなと思ったね。案件なんだけど、いいサービスがあるんです、ちょっとご紹介させていただきます、またキャンピングカーに戻ってきたんだけど、いやーだいぶ高くなってたね、キャンピングカーが。そうだね、びっくりするねこれは。ねえ、もう私たちの買った時期よりもかなり高くなってた。かなりなってるね、全体的に、だってこの車がさ、このトム200っていうのが2000何年、あれ2021年かな、に新車で買って、で4駆のディーゼルだから車両としては一番高いんだけど、それで全部で700万ぐらいだったんだよね。うちの場合はこの中がほとんどついてないトランポだからその値段っていう、トム200トランポだよね、これからキャンピングカーを買われる方とかでもさ、ローンを組んで買われる方も多いと思うんだけど、ちょうどねそういうローンについてのサービスを扱ってる企業さんから案件をちょっといただいたので、今日はちょっとそのご紹介をしたいなと思います、今まで僕らはローンを組んだことがないんだよね。そうね、現金そうなんていうんだろうなんか心配で、この車の時もそうだし、でこの前ねボロい家買いましたみたいな動画出してるんだけど、まああれなんかは今の乗用車の価格よりも安いから、はるかに安いから、そんな家買ったとかっていうレベルじゃないんで、まあそれは現金一括だろうなっていう感じなんだけど、でもすごい高い家を買うとか、高い車を買った経験がないし、まあお金貯まったからとかこれぐらいなら使ってもいいだろうっていう感覚で、今まで物を買ってたから、そうだね、ローンっていうものについて全く分かってないのね。そうね、で今までじゃあローン組んだことあるかなっていうのをね考えてみたの、よく考えたら俺昔ハーレーに乗ってたのね、でその時に新車で買ったんだけど、で社会人1年目とか2年目とかに買ってて、まあその時貯金がなかったから、確かにローンで組んだような気がするの、だけどなんかローン嫌で、もう繰り越し返済っていうのかな、なんかそれでもう1年半1年2年かからないぐらいでもう全部返しちゃったりしてるから、あんまりそういうローンについての知識が全くないのね、でこういうさお金に関することってちょっとなんか嫌じゃん、なんかあんま考えたくもないしなんかご紹介するのもなんかちょっと嫌でしょ、だし、まあ実際俺らがそういうローンとかを組んでないからさ、いいとか悪いとかも分かんないし、こういうローンがいいですよとか残クレがいいですよとかさ、そういうのはやっぱあんま言っちゃよくないじゃん、だから今までそういうのはやってこなかったんだけど、今回のサービスについては、これなら悪いことないんじゃないかなっていうふうに感じたんで、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います、で今回はねちょっとパソコン使ってやっていこうかな。で、まあ、今回は車を購入するっていうところでね、お話ししたいと思うんだけど、でじゃあ車を買います、まあ、買い方としては現金で買います、それからローンで買います、で今回は
ローンについてねちょっと考えてみたいと思います。はい、通常のローンだと大きく分けて3種類あると思うのね。まずディーラーローンね、それから残価設定型クレジットっていう、最近よく聞く残クレってやつだよね。でそれから銀行マイカーローンっていうのがあって、大きく分けるとこの3種類かなと思います。俺が昔バイク買った時はディーラーローンだったと思うの。でディーラーローンだと手間が少ないよね。車とかバイクを買いに行くでしょ。でその場でじゃあ買いますよ、どうしますか、現金一括ですか、いやローンがいいですって言ったらもうそこで全部やってくれてさ、じゃあこれですねってなってすぐもう手続きに入れると思うんだけど、メリットで言うと今言ったように手間が少ないじゃん、お店で全部完結するから。でだけどデメリットで言うと金利がちょっと高いかなと。であとね、俺もそうだったんだ確か、バイクとかさ車の車検証に所有権のところがハーレー・ダビッドソンなんとかみたいな名前だったの。要は自分に所有権がないんだよね。だから多分その車とかバイクを担保にしてローンに通るっていう、そういうのがディーラーローンだと思うの。だから何か面倒あるかって言ったら特にないんだけど、なんか売りたいとかなんかなった時に名義人が違うから、自分が売りたいけど自分は持ち主じゃないじゃん。要は完済するまで持ち主になれないってことだよね。そう、だから完済する前に売りたい、もう2年3年で売りたいとかなった時にちょっと手間がかかるかなっていうところがデメリットだと思う。じゃあ次、ここ数年よく聞くのが残価設定型クレジット、残クレなんだけど、どういう仕組みかっていうと、下取り価格をあらかじめ設定するのね。でそこでローンを組む仕組みなんだけど、要は1000万円の車を買いますと、例えばね、だけど5年後に下取り500万ですと、だったらそのもう残りの500万円分をローンを組むようなイメージかな。メリットとしては毎月の支払いの金額が抑えられるよね。下取りの金額がもう決まってるわけだからさ、走行距離の制限があったりするの。だからうちなんかだと使いづらい、もう年間3万4万乗ったりするから、その制限超えちゃうし、あとなんか気分的にさ半分自分のもんじゃないようなイメージかな。なんとなくね、なんかリースで借りてるような感覚じゃん。確かに、だからなんかめちゃくちゃはできないよね。内装ぐちゃぐちゃにしちゃったりさ。あとなんか私が思ったのはぶつけた時とか事故しちゃった時に怖いなと思ったんだけど、そうだよね。ぶつけちゃった時も追加でその修理費用が発生してくるっていうこと？来る場合もあるし、ある程度はこういうのはいいですよみたいな、なんかねそういうのもある場合もあるみたいなんだけど、だからこれを使う人は、よく車を乗り換える人とかね、もうその車検2回目の車検とか1回目の車検ごとにどんどん新しい最新の車に乗りたい人とかにはメリットはあるかもしれないんだけど、要は車の全額分を払わなくてもいいっていうことだよね。そう、全額分払わないで、そのある程度の金額下取り価格を抜いた金額でローンを組めるっていうことだもんね。でこの残価設定型クレジットっていうとも所有権がないってことだよね。もちろん、でもう一つが銀行マイカーローンね、銀行でお金を借りるローン、でこれだとディーラーローンとかに比べると圧倒的に金利が低いし、であと所有権が自分になるから、ちゃんと車検証の所有者のところが自分の名前になると。なるほど。ただデメリットは審査に時間がかかったりさ、その時にいろんな書類を出さないとダメだったり、結構面倒くさいかな。もちろん銀行に出向いて手続きしないとダメだし、時間取られたり手間が多いっていうところがデメリットかな。大きく分けたらこの3種類かな。それぞれのローンの金利がだいたいどれくらいかなっていうところなんだけど、まず左から銀行マイカーローンだと 0.9 から 3% ぐらいで、残クレだと 4,5% で、ディーラーローンだとこれ6から 9% になってるけど、どうだ 4% ぐらいからありそうな気がするけどね。これぐらい違いはあるかなっていうところかな。実際に500万円ローンを組んで5年で返済した場合でちょっと考えてみると、銀行マイカーローンで金利 2% で借りた場合ね、総額の支払いが525万8000円ぐらい、なんでだいたい26万円ぐらい余分に払うっていうこと、でそれをディーラーローンで金利 8% だった場合は608万円、
なんで100万円以上を高く払うと、でこの銀行のマイカーローンとディーラーローンで比較すると80万円ぐらいの差額が出てくると、結構大きいでしょ。500万円に対して5年で500万円借りて780万円の差額って言ったら結構大きいじゃん。結構大きいね、年間15万ぐらいだもんね。今回ご紹介したいサービスがクラウドローンっていうサービスなんだけど、資金を借りたい人とあと提携銀行金融機関をマッチングするプラットフォーム。そういうことか。なるほどね。車の一括査定とかさ、電化製品とか買う時の価格比較サイトみたいなもんだよね。どこが一番安いかみたいな感じだね。言ったらそういうことだね。それの銀行マイカーローン版。普段だったら自分で一個一個銀行に行ってローンの審査をしないといけないのを、もう一括で提携銀行をまとめて審査して、ここの銀行なら金利いくらで借りれますよとかっていうのをまとめて出してくれるっていうことだね。そうで実際進めていくとこんな感じの画面になるんだけど、何用のローンなのかとか。そういうことね。だから車じゃなくてもいいんだね。今回は車でちょっと考えてるけど、そう、とか希望の借入金額でしょ、あと借りたい年数、あと年収なんかを入力するのね。そういうことだから自分の年収入れて、審査が通るかどうかを事前にやってくれるっていうことだね。事前仮審査みたいなもんだね。そう仮審査みたいな感じで、あとは会員登録は必須なんだけど、それをして登録をして審査に出すと全国の提携金融機関で一括で確認してくれるっていうことなんだよね。だからいちいち一個一個出向く必要もなくて、何%の金利でこの銀行さんから借り入れができますよっていう返答が来るということ。いやすごいよね。要は地方銀行からもさ、見積もりが取れるというか、保証会社がいろいろあるもんね、審査をしてくれるっていうことだね。なるほど。で実際やってみるとこういう感じで出てくるんだね。なんとか銀行からは何%で借りれますよとかで、返答が返ってきた、これは一例なんだけど、このお申し込み内容が200万円ですよっていうのと、その結果が A 銀行 B 銀行、C 銀行いくつ返ってくるかはちょっとわからないけど、その例えば A 銀行では 2.5% で借りれますよとか、こんな感じで36回払いだと毎月のご返済金額はこの金額ですよとかっていうので返答が来ると。なるほど。でその好きなところであとは本審査みたいなのに入っていけばいいっていうことだね。事前の審査までは平日早ければ3時間ぐらいでバーッと返信が来るみたいなんだけど、それをもとに実際じゃあ本当に車を買いますってなった時は本契約に進むのかな。クラウドローンの保証会社による回答を受けた日から銀行への本申し込みまでが3ヶ月間猶予があるらしいのね。だから車を買う予定があれば事前にそのいくらぐらいっていうのはもう分かってる話だから、それで事前審査を受けておいて、で実際金利いくらぐらいで借りれるかなっていうのに確認して購入ができるっていうこと。それは素晴らしいね、ある意味。だってさ、じゃあ例えばね、この1000万円のキャンピングカー欲しいですって言った場合にさ、この車1000万円か、だけどローン組んだらいくらになるかわからないなとかさ、実際ローン通るかなっていうのもわかんないじゃん。で例えばじゃあ1000万の車を買いますって言って、フルローンで申し込んで1000万円で審査を通したとして、でもやっぱり買う時になって、500万円はもう自分で払いますっていうことね。いうこともあると思うんだけど、金額が減る分にはローンの審査はそれはそうだよね、大丈夫みたいだから、一番高い金額で確認しといてっていうのがいいのかもしれない。本申請に行く時にも、追加の手数料とかっていうのはこちら側にはかからない。そうなんだよね。一切かからないみたいだから、審査仮申請っていうのかな、だけ確認しといて、あとは使うか使わないかっていうのも自由に決めれるから、もちろんそこがさ、俺もこのサービスで気になったところで、こういう価格比較サイト便利じゃん、もういろんな銀行一括でやってくれてて、だから金利がその銀行に出向いて契約するのとクラウドローン通してやるのだと金利がちょっと不利になってるんじゃないかとか、それとか本契約になった場合は 5% 手数料いただきますとかさ、5万円
いただきますとかね、このシステム使用料として紹介料みたいなもんでかかるのかなと思ったら、そういうのは一切かからないんだって、で使う側が不利になるようなことは一切ないっていうところなので、なんでなんかこれからローンで車を買うとかそういう時には試してみて何も悪いことはないサービスというかさ、ね、なんかこれそのお金がかかってくるとかっていうことも一切ないし、でその後なんかじゃあこういうローン組もうとしてましたよねみたいなのでいっぱい連絡が来るっていうことももちろんないし、何も悪いことがないんだよね。あとローンを組むかどうかっていうところに関しては、ローンかってずっともう何年も払い続けないといけないのかっていうさ、そういう言ったら借金じゃん、借金へのそういう抵抗感があったりもするから、ローンが絶対いいかっていうのはもちろん考えないとダメだし、そうだね。でももし本当にローン組みたいっていう風になった時はこれで一回確認するのも一つ手かなっていう風には思いますね。今日はねちょっとお金の話なんで、ちょっと嫌な感じもあるかもしれないんだけど自分らが使ってるサービスじゃないっていうところもあって、もう絶対やった方がいいですよとはさなかなか言いづらい部分でもあったんだけども、でもこのシステムがある、そのサービスがあるとちょっと選択枠が広がるのかなっていうふうに思った。それをやってみて悪いことは何もないなっていうふうに思ったのでご紹介させていただきました。ご興味ある方はぜひちょっと概要欄にもリンクとかを貼っておくので、ぜひ見てみてください。じゃあ最後にね、このキャンピングカーショーの帰りにもうちょっと動画が続くのでぜひご視聴ください。ご飯食べてるだけですさあちょっと休憩。今は中央道原パーキング。ご飯が食べれるっぽいからさ、ちょっとね雪が降ってきちゃったからここで夕飯にしましょう。すごいよ、なんかすごいじゃん。大滝どういうこと？大滝ってなんだろうね、よくわかんないけど、安いな。山賊900円だって。山賊ラーメンも美味しそうだし、海鮮丼とかあんの？何？豪華市場丼だって。すごい。何にする？何にしよう。朝天もあります。ちょうどいいね。東京から2時間弱ぐらいだから。大滝水産がやってる。そういう大滝グループか。すごいね。すんきそばミニ山賊丼セットだって、それでしょ。すげえ。本当だね。すんきだもんね。美味しそう。山賊焼きもこれでいくらだったかな。900円ちょっとだよね。1000円しなかったんだよね、両方。こっちもね。冬限定。なんかすんきそば食べたいなってね。そういう時期だもんね。いただきます。すごいすんき入ってるじゃん。うまいね、やっぱり。かつお節もいっぱい入ってて、すごい美味しい。大滝がやってるって小木曽製麺かな、もしかしたらね。ラーメンはこのザ・ラーメンっていう。うまい。いいね。